お金を稼がなければ生きられないという人類が長年縛られてきた大前提そのものが音を立てて崩れていくと脳と意識を探求しているネドジュンさんはおっしゃいます。そしてこれから私たちが向き合うのは貧困をどう防ぐかではなく、労働前提としない社会をどう生きるかという人類史上全く経験のない新しい問いなのだということです。AI の圧倒的な進化によってどんな世界が待っているのでしょうか。今回はネドジュンさんが見つめる未来のビジョンをエッセンスを丁寧にお伝えしながら紐解いていきます。画面はあまり見ずにリラックスしてお聞きください。ネドジュンさんは私たちが向かう未来の鍵を握る存在としてベーシックインカムを挙げています。これまでこの言葉は政治的な議論やどこか現実離れした理想論として捉えられがちで、少し抵抗を感じる方も多かったかもしれません。ですがネドジュンさんは、制度として成り立つかという議論の前に、私たちはすでに別の地点へ足を踏み入れていると指摘します。それが AI や自動化技術の圧倒的な進歩です。今や AI 失業という言葉が現実味を帯びる中、仕事のあり方は急激に変わりつつあります。私たちが働き続けることそのものが生きていくための絶対条件ではなくなる時代がすぐそこまで来ているようです。現場ではすでに人間が担ってきた多くの役割が機械へと置き換わり始めています。これは誰かが無理に目指した結果ではなく、技術の進歩によって起きている自然な流れ。つまり、働かなくてもいい社会にするかどうかを選ぶ前に、私たちの前にあった働く場所そのものが自然と減っていく現実がもう目の前にあるんです。人間が制度を整えるより先に、社会の形が変わっていく。AI という外からの大きな流れによって始まるこの新時代を、私たちは今、歴史の最前線で目撃しているのだとネドジュンさんはおっしゃいます。こうした時代のうねりの中で、ネドジュンさんが注目しているのが、テスラ CEO のイーロン・マスク氏の発言です。彼は AI とロボットの進化によって、これまでの労働や経済の前提そのものがひっくり返る可能性を語っています。すでに製造、物流、医療、介護といった様々な現場で自動化が進んでおり、人型ロボットの実証実験も工場で始まっています。こうした技術が行き渡ると、人間が生きるために働くという中心的な役割からいよいよ解放されることになります。イーロン・マスク氏は、仕事はいずれ義務ではなくなり、個人の関心や好奇心に基づく活動になる。つまり仕事は任意の趣味のようなものになると語っているそうです。家庭菜園を楽しむように、やりたい人がやりたい分だけ関わる、そんな自由な働き方です。さらに生活を支えるお金の仕組み自体も変わっていきます。労働コストが極限まで下がり、物やサービスが自動で安く供給されるようになると、単に最低限のお金を配るベーシックインカムという発想すら過去のものになります。マスク氏はこれをユニバーサルハイインカムと呼んでいます。お金を保証するというより、必死に働かなくても衣食住が自然と手に入る社会を前提とした考え方です。ロボットが食料を作り、AI が物流を管理し、必要なものがほぼ自動で行き渡る。そんな世界では、お金を稼がなければ生きられないという人類が長年縛られてきた前提そのものが音を立てて
崩れていくことになります。これから私たちが向き合うのは、貧困をどう防ぐかではなく、労働を前提としない社会をどう生きるかという人類史上全く経験のない新しい問いなのだとネドジュンさんはおっしゃいます。ここでネドジュンさんはちょっと可愛らしいお話をされています。この未来のビジョンを受け取ったとき、ネドジュンさんはイーロン・マスク氏となら、そやそや兄ちゃんと背中を叩き合って分かり合える気がすると感じられたそうです。それくらい同じ未来の景色を見ている感覚はあるんだそうです。そしてこの同じビジョンを受け取っているのは、決してネドジュンさんやイーロン・マスク氏だけではないと言います。私たちの体の感覚の底、ネドジュンさんの言葉で言う神様ダイレクトスペースから、この同じ未来のエネルギーがすでに発信されている。だから多くの人が無意識のうちにそれをキャッチしているのではないかというのです。今現代の多くの人が生きづらさを感じているのはまさにこのためです。左脳的な古い生き方のモデルが通用しなくなることをあなたの右脳が先に知っているからなのかもしれません。いかがでしたでしょうか？お金を稼がなければ生きていけないという前提が揺らぐとき、最後に残るのはあなたの純粋な好奇心や内なるワクワクです。もし今、これからの計画が真っ白になって不安を感じているなら、それはあなたが新しく訪れる美しい未来のタイムラインをすでに受け取っているからなのかもしれません。ガツガツ稼ぐ左脳の焦りを手放し、今ここの体の感覚を味わうタイムライン。皆さんはこの仕事が任意になる未来、どう感じましたか？しばらく今の感覚を味わう時間をお過ごしください。今回もご視聴いただきありがとうございました。